朝ごはんはコンビニ弁当。たくさん食べてエネルギーチャージ。ほい、3日目の旅に出る前に完食しました。朝ごはんは大抵ホテルから出る前に食べています。函館での宿泊でお世話になったのはこちら。ホテルソウルガーデン。安いのでおすすめです。駅前広場では桜が咲いていました。動画撮影日は5月。本州の常識は北海道では通用しないようです。ということで皆さんお久しぶりです。今回は北海道の鉄道路線全線環状の旅の3日目の様子を紹介します。2日目は途中人身事故による経路変更を強いられたものの、無事全行程をこなすことができました。結果 JR 北海道を除く全ての鉄道会社の路線を全線環状しました。3日目の旅を始める段階での JR 北海道の攻略状況はご覧の通り、13路線中5路線のみ全線環状しています。果たして3日目で全線環状することはできるのか、こうご期待ください。なお本動画では字幕を用意しています。本動画をより楽しみたい方、ぜひ YouTube 画面上のギアマークから字幕を表示してご視聴ください。さて早速函館駅の駅舎に入りましょう。昼間にはあんなに賑やかだった函館駅も早朝はさすがに閑散としています。函館駅を一番最初に発車する列車は5時49分、3番線から発車するようです。改札に切符を通しましょう。自動改札を通れるのはありがたい。広々としたコンコースを歩きます。さあ一番最初に乗車するのはこちら、気動車です。藤代佐原市線経由普通ワンマンの森行きです。どうやら1両で運転されるようです。早速乗車、乗る。車内に人は当然少ないです。乗務員専用エリアの手前には運賃表示器、そして運賃箱と整理券発行機。北海道だけでなく他地区にもある代物です。発車まで時間があるので駅名表と特急列車を一緒に撮影。絵になります。撮影をしていたら函館ライナーの新函館北斗行きが入線してきました。昨日は2回もお世話になりましたが、もう乗ることはありません。さあ発車時刻となったので扉が閉まります。函館駅を発車。この列車で道南を去ります。今日も JR 北海道をご利用くださいましてありがとうございます。地下線小島佐原経由普通列車森行きです。新函館北斗大沼高原方面が到着いたします。この列車はワンマン運転としてご利用いただいております。さあ発車後しばらくは分岐器をいくつも通過します。一番最初の駅でいきなり ATS のベルが鳴動。それだけ五稜郭駅が運行上重要な駅であることの証です。今日最初の停車駅五稜郭駅に到着。五稜郭駅を発車。一番左の線路、昨日乗りつぶした道南いさりび鉄道線と分かれます。そして進行方向右手側には五稜郭機関区。赤色の機関車がいくつも朝日に照らされながら止まっています。さて列車は七栄駅に到着です。ここまでは昨日すでに乗りつぶした区間。至って普通のドア開閉ですが、ここからがこの列車の見どころです。さあ七栄駅を出発。列車は分岐器を直進し勾配を登っていきます。右隣の線路と高低差がつくようになりました。この右隣の線路は2日目に乗車した函館本線の本線です。そしてその本線をオーバーパスします。
列車は上り勾配をひたすら上り続けます。今走行している線路は藤代支線という函館本線の支線です。本線の七栄駅から大沼駅までの間にある20%ミルの急勾配を緩和し、さらに函館本線を複線化するために建設されました。現在この支線には全ての下り貨物列車が走行しますが、旅客列車については普通列車による1日3本の運行のみとなっています。かつては全ての特急列車がこの藤代支線を経由していましたが、現在はこの支線を経由する列車は1本もありません。その理由はこの支線が北海道新幹線の終点である新函館北斗駅を経由しないからです。さて列車は低速で藤代支線を走行します。踏切を通る列車が1両編成の単行というのも1日を通してみればかなり珍しいです。列車はどんどん山の中へ。勾配を登って眼下に函館市街地が見えるようになりました。しばらくすると線路の上を通る橋を発見。こちらは国道5号線です。そしてトンネルにまた入ります。ここで左手に分かれた本線とまた交差します。勾配を頑張って登ると右手にある線路と同じ高さになりました。これが新函館北斗駅経由の本線です。放送にもある通り、列車は間もなく大沼駅に到着します。今進行方向左側に見えているのは小沼です。 ATS のベルが鳴動。大沼駅の3番線に入線します。大沼駅に無事到着。駅名表と駅舎を撮影します。さて大沼駅では停車時間が14分もあるので、列車から出て外の空気を吸おうと思います。ここで列車の撮影。柱がかぶってしまっていますが、ローカル線とした風情は伝わるかと思います。さあ反対方向から列車がやってきました。佐原支線を経由して函館駅まで行く列車です。こちらの列車が1両編成なのに対し、あちらの列車は2両編成です。おそらく朝の通勤需要を考慮しての増欠運転でしょう。今日はゴールデンウィーク真っ只中なので乗客はほとんどいません。そして函館行きの普通列車が到着してすぐに函館方面から特急列車がやってきました。函館駅を6時2分に発車する特急北斗1号札幌行きです。藤代支線、佐原支線を攻略する必要があったために乗れなかった列車、華麗に大沼駅を通過していきました。そして特急列車が通過したらすぐに函館行きの列車が発車。世の通勤通学客にとって朝の時間は特に大事なので、素早く大沼駅を去っていきます。で、こっちの発車時刻はというと6時40分となっています。まだ10分ありますが、乗り遅れたら困るので車内で待機しましょう。列車は大沼駅を定刻で発車。分岐器を分岐側に通過していきます。直進すると大沼公園駅経由の本線。そして列車がこれから入線するのが函館本線のもう一つの支線、佐原支線です。本線の線路が進行方向左手側に分かれていきます。小沼ともここでお別れ。さあ佐原支線の攻略開始です。佐原支線は藤代支線とは反対に函館本線の上り貨物列車が大沼駅から森駅までの急勾配を避けるために建設されました。合わせて大沼駅から森駅までの複線化も行われています。特急列車はすべて大沼公園駅を経由しますが、上り貨物列車は佐原支線を走行します。さて佐原支線に入った列車は山と森の中を走行していきます。普通列車ではありますが、ホームのあるところを通過。かつては駅だったのですが、乗降客があまりにも少ないため、2022年に廃駅となってしまいました。列車は銚子口信号場に到着です。ここも2022年に旅客取扱いが廃止された駅です。
ここで列車が停車。反対方向からの列車と行き違いが行われます。さあ、列車がやってきました。乗降取り扱いを行わないので、駅を通過していきます。行き違いが完了したら、こちらの列車も発車。再び単線区間を走行します。次に列車は鹿部駅に到着です。電光掲示板にも表示されていた駅なのですが、もちろん乗降はありません。さあ、列車は駒ヶ岳を越えました。進行方向左手から線路が1本合流してきます。大沼駅で分かれた函館本線の本線です。ご利用いただきましてありがとうございました。まもなく終着森です。森ではホーム側すべてのドアが開きます。切符または運賃整理券は駅係員へお渡しください。お乗り換えのお客様で切符をお持ちでない方は駅窓口で切符をお求めください。今日も JR 北海道をご利用くださいましてありがとうございました。お降りの際は足元にお気をつけください。さあ、電車は終点の森駅に到着します。 ATS のベルが鳴りました。1番線に入線します。所定の位置に無事停車。これで3日間かけて攻略した函館本線を支線も含めて全線完乗しました。 JR 北海道の路線としては13路線中6路線制覇です。お世話になった車両を記念に撮影します。さて、函館本線を全線完乗することができましたが、ここ森駅は函館本線しか乗り入れる路線がありません。引き続き函館本線に乗車しますが、次の電車を確認すると札幌方面は特急列車のみ。森駅から長万部駅までの間は普通列車は1日6本のみとなっています。函館本線での移動はほとんど特急列車での移動と言っていいでしょう。さあ、駅舎の外に出てきました。風がものすごく強く吹いています。外の気温は9度。稚内よりは幾分暖かいです。時間があるので森駅周辺を観光と思いましたが、次の列車が待ちきれないのでホームに戻ってきました。奥の2番線にカラフルな気動車が止まっています。森駅は海が近いので潮の香りがします。他の駅だと海が近くても潮の香りはしないなんてことがざらにあるんですけどね。さあ、列車がやってきました。北海道旅3日目。最初の特急列車はこちらになります。森駅を8時24分に発車する特急北斗3号札幌行きです。列車の扉が開いたので乗車。乗る。森駅を出発。函館本線でさらに北へ進みます。さて、今回乗車した特急北斗3号ですが、指定席の座席を確保しました。1日目の動画の冒頭でも話した通り、北海道ラブ6日間周遊パスであれば4回まで指定席を無料で確保できます。で、指定席を確保した理由はこれ。進行方向右側で海を一望できます。函館に行くときは自由席が埋まっていて座れなかったので、復路では指定席を確保。確実に海側の席に座ることができました。さあ、列車は駅を高速で通過していきます。海がめちゃくちゃ綺麗ですな。最高の観光日和ですわ。いやー、綺麗すぎる。1日目2日目が攻略感満載で世話しなかったのに比べると、今日は本当にまったりしています。寝ちゃわないようにだけ気をつけないとね。さて、ここで軽食のパンもいただいちゃいましょうか。おなじみベースフードパンのメープル味。最高の車窓とともにいただいちゃいますよ。さあ、列車は次の停車駅、八雲駅です。その八雲駅には森駅から約20分で到着。ちなみにここで3分遅れとなりました。
ズームアップして駅名標を撮影します。そして発車。特急列車での快適な旅はまだまだ続きます。さて、ゆったりと食べていたベースフードパンも完食。森八雲間と比べるとだいぶ内陸を走行するようになりました。しかし手前に広がる草原もまた絶景です。列車は山崎駅を通過しました。大阪府と京都府の府境にも同名の駅がありますね。ここら辺の区間は単線区間と複線区間が入り乱れる区間となっています。黒岩駅を通過すると反対方向の線路が合流、単線になります。分岐器を通過したら再加速。こういう運転がしばらく続きます。まもなく五社マークです。停車時間はまずお降りのお客様は忘れ物のないよう早めのお支度をお願いします。出口は右側です。ドア付近の先のお客様はグラスドアにお気をつけください。またお降りの際は足元にご注意ください。五社マークの当薬となります。まもなく五社マークです。列車は放送にもあった通り長万部駅に到着です。三股に路線が伸びる交通の要衝であり、将来開業する北海道新幹線も当駅に乗り入れる予定となっています。そんな運行上重要な拠点駅ですが、足早に列車の扉が閉まります。長万部駅を発車。列車から下車せず乗り続けます。そして駅発車後に進行方向左手側で線路が分岐。あちらは昨日2日目に乗り通した函館本線のローカル区間です。これから列車は長万部駅に乗り入れるもう一つの路線、室蘭本線に入線します。道南と札幌を結ぶ大幹線にもかかわらず、今まで全く乗らなかった当路線の攻略をいよいよ開始します。さて、その室蘭本線ですが、函館本線に引き続き内浦湾に沿って進んでいきます。進行方向右側には相変わらず海が見えます。途中の駅も華麗にパス。今通過しているのは静刈駅です。室蘭本線に入ると海が近くにありながらトンネルが多くなります。このトンネル群のほんの合間にかの有名な秘境駅小幌駅があります。トンネルを抜けるとほんの一時列車が南に向き、右手に山が見えるようになります。列車は礼文駅を通過。礼文駅からは再び海が見えるようになります。車内表示器を確認。次の東谷駅まであと10キロ。こんな表示も車内で見られます。そしてその東谷駅に無事到着しました。駅名の通り洞爺湖町の中心駅。洞爺湖や有珠山などの多くの観光資源があるため、年間250万人の観光客が訪れるようです。そんな洞爺駅でも下車せずに華麗にパス。まだまだ特急北斗3号に乗り続けます。さて、綺麗な海が見える景色が続きますが、特急北斗での移動が快適すぎて、ここで少し寝てしまいました。1日目、2日目の疲れもあるから仕方ないね。気づいたらもう次は降りる予定の駅のようです。身の回りを片付けて支度をしないといけませんね。車窓に工場などの施設が多くなってきました。東室蘭5番線に着きます。お出口は右側です。お乗り換えの列車ご案内いたします。橋別小野別方面苫小牧行き普通列車は3番線から10時4分。輪西、三崎、五湖方面室蘭行き普通列車は2番線から10時27分の乗り換えです。東室蘭でお降りのお客様、車内にお忘れ物、落とし物なさいませんよう、荷棚の上、座席の周りなど、もう一度よくお確かめの上お降りください。ご乗車ありがとうございました。まもなく東室蘭に到着いたします。さあ、室蘭市の中心駅、東室蘭駅に到着します。進行方向右手から線路が合流。あちらが室蘭駅に向かう室蘭本線の支線になります。
東室蘭駅は2面4線にたくさんの側線と通過線を抱えています。東室蘭駅で下車。お世話になった特急北斗3号のお見送りをします。ゆっくりと加速して東室蘭を去っていきました。さすがにゆっくりすぎるので編集を使ってカット。終点の札幌駅までどうか無事に行ってらっしゃい。さて、東室蘭駅の駅名表を撮影。路線名の由来となる駅にやってきました。東室蘭駅のホームは幅が非常に広いです。錆びたホームの屋根の支柱は大変趣があります。ホームを移動している間に苫小牧行きの普通列車が発車しました。警笛がけたたましいですね。警笛が鳴るとびっくりします。さて、駅舎に上がって発車案内を見るとご覧の通り、目的の列車まではまだ少し時間があります。改札の外を少し散策。有人窓口もあるし、コンビニもあります。駅舎から西側の線路の様子を撮影。架線柱が少し邪魔ですが、ここから H100 型の姿を見ることができます。さて、そろそろ時間なので改札内に戻りましょう。次の列車は2番線から発車します。切符を改札に通して入場。階段を下ってホームに降り立ちます。階段を降りた先に自動ドアがあるのが北国らしい。3番線にはすでに列車が止まっています。こちらは豊浦行きです。さあ、約30分待って目的の列車がやってきました。函館本線ローカル区間以来の H100 型です。同じ H100 型ではありますが、こちらは苫小牧に所属している H100 型となります。乗降が開始されたので、私も乗り遅れないように乗車しましょう。乗車乗る。車内には結構人が乗っており、賑やかです。さあ、東室蘭駅を発車。室蘭駅に向かって室蘭本線の支線を攻略します。さて、長万部方面の線路と分かれていきます。室蘭方面は支線ではありますが、複線となっています。沿線は工場地帯。列車は三崎駅に到着です。次は終着室蘭です。さあ、列車はものの13分で終点の室蘭駅に到着です。かつては石炭を積み出す駅として巨大なヤードを抱える駅でした。今は一面2線にまで縮小されています。室蘭駅で下車。記念に駅名表を撮影します。室蘭駅に着いたら折り返し時間9分で来た道を戻ります。駅舎からホームまでは長い通路になっています。ホームの端から階段のない通路があるのは終着駅あるあるですね。次に乗る列車は往路の時と同じ列車。室蘭駅を10時49分に発車する普通列車の登別行きです。室蘭駅を発車。足早に元貨物ターミナル駅を去ります。さあ、東室蘭駅に戻ってきました。分岐が多いため場内信号機がたくさん立っています。分岐器をいくつも通過。2番線に入線します。ATS のベルが鳴ったら主要駅に来たことの合図です。さあ、東室蘭駅で下車。終着の登別駅まで乗車はしません。階段を登って跨線橋を渡りましょう。
次は当然特急列車に乗車するので5番線に向かいます。5番線ホームに到着。乗り換え時間が20分もあるので乗り遅れる心配はありません。札幌方面の列車を待っている間に反対方向の函館駅に向かう列車がやってきました。特急北斗8号です。編成両数は8両。かなり長いです。せっかくなので普通列車と一緒に撮影。絵になるね。先に函館方面の列車が発車していきます。さようなら。函館まで無事に行ってらっしゃい。そういえばそこの普通列車さん、あなた往路の時もそこに泊まって休んでましたね。日向ぼっこですか？気持ちよさそうですな。さて、列車が到着するかなり前から放送が始まりました。おそらく冬季に建物から出てホームに並ぶまでの余裕を持たせているのでしょう。列車がやってきました。特急北斗3号の時とは違う車両形式。動画を投稿した時点ではすでに引退済みのキハ281系気動車です。特急北斗5号で乗車することが叶いました。自由席に乗車。車内にはかなり人が多いです。列車は東室蘭駅を発車。室蘭本線の本線の攻略再開です。この先揺れることがありますのでお気をつけください。またエゾシカなどの野生動物が多数出没する区間を走行いたします。走行中やむを得ず急ブレーキを使用することがありますので、お立ちの際は手すりなどにおつかまりください。今日も JR 北海道をご利用くださいましてありがとうございます。特急北斗5号札幌行きです。停車駅は登別、白老、苫小牧、南千歳、新札幌、終着札幌です。列車は7両編成、前が7号車、後ろが1号車です。車内はすべて禁煙で、自由席は6号車と7号車です。その他車内のご案内はインフォメーションボードをご覧ください。お客様にお願いいたします。席を離れる際は貴重品や手回りにお気をつけください。携帯電話はマナーモードに設定の上、通話の際はデッキをご利用ください。引き続き目的地までごゆっくりお過ごしください。さて、せっかくキハ281系に乗車したので座席の紹介をしましょう。モケットは青色が用いられています。足元にはフットレスト、背面テーブルはもちろんあります。肘掛け下のレバーで背中を倒すことができます。フットレストが自由席にもあるのがキハ281系の特徴といったところでしょうか。座席の紹介は以上になります。さあ、東室蘭駅からも海の近くを走行します。列車の速度は時速 114km。相変わらずの高速走行です。まもなく白老です。停車時間はわずかです。お降りのお客様は忘れ物のないよう早めのお支度をお願いいたします。チケットホルダーをご利用のお客様は切符の取り忘れにもご注意ください。出口は左側です。ドア付近にお立ちのお客様は開くドアにお気をつけください。またお降りの際は足元にご注意ください。白老の次は苫小牧に停まります。まもなく白老です。우아이는 걸어보당 우토포이 얼음 바에 그르라나 시라오이 오따라 양。 ただいまの放送はアイヌ語で民族共生象徴文化
ポポイへおいでのお客様は白老でお降りくださいとご案内いたしました。さあ、列車は白老駅に到着です。到着前にアイヌ語の放送が流れることで有名な駅です。白老駅の駅名標を撮影。そして停車時間わずかで発車していきます。次の停車駅は苫小牧駅です。さて、白老駅を発車した後も海岸線の近くを走行します。まもなく苫小牧です。苫小牧の次は南千歳に停まります。まもなく苫小牧です。まもなく苫小牧に到着いたします。お出口は左側3番線の到着です。苫小牧からのお乗り換えの列車ご案内いたします。各駅止まってまいります札幌方面失礼いたしました。札幌方面星見行き普通列車は連絡通路を渡り1番線12時14分方面変わりまして日高線各駅止まります向川行き普通列車は連絡通路を渡り1番線12時25分のお乗り換えです。苫小牧でお降りのお客様、どうぞお足元にお気をつけてお降りください。さあ、苫小牧駅に到着します。工場施設が多数立ち並んでいます。特急北斗5号は苫小牧駅で下車。2分遅れで到着しましたが、体制には問題ありません。そして列車のお見送り。短い間でしたが、キハ281系に乗れてよかったです。エンジン音がいい感じにうるさい。さて、苫小牧駅からは線路が3本伸びています。どの電車に乗るでしょうか。乗り換え時間がかなりあるので、とりあえず改札から出ます。苫小牧駅は人通りが多いです。時刻は12時。ここでお昼ご飯を食べたいと思います。セブンイレブンのサラダ麺とおにぎりをいただきました。さあ、お昼ご飯を食べ終わって電光掲示板を確認します。次に乗る電車はすでに表示されています。早々に改札内に戻りましょう。乗り遅れたくないしね。階段でホームへ降下。階段に降りると乗る予定の列車がすでに止まっていました。ということで苫小牧駅からも引き続き室蘭本線に乗車します。苫小牧駅を13時26分に発車する普通列車の岩見沢行きです。早速列車に乗車。乗る。車内はそこそこ人が乗っています。しばらくすると札幌方面から特急北斗が到着しました。遠くからでもかっこいい。ここで列車の運行状況を確認します。何やら苗穂駅でトラブルが発生し、遅れが発生している模様。これはちょっと心配。なんてことを考えているうちに特急北斗が苫小牧駅を発車していきます。乗り換え客を拾ったらこちらの列車も発車します。お待たせしました。沼の俣早北追分栗山方面岩見沢駅です。この列車南千歳新千歳空港北広島札幌方面、また東室蘭方面にはこの列車参りません。お間違いのないようご乗車ください。次は沼の畑に停まります。ドアが閉まります。ご注意ください。さあ、列車が動き始めます。軌道確認をして、問題がなければ再加速をします。今日も JR 北海道をご利用くださいましてありがとうございます。普通です岩見沢行きです。ワンマン運転のためお降りの際は一番前のドアをご利用ください。運賃は両替機をご利用の上釣り線のいらないようご用意ください。携帯電話はマナーモードに設定の上通話はお控えください。車内は禁煙です。車内で不審物や違和感なことがございましたら乗務員へ声をおかけください。また
乗務員でお知らせください。次は沼の畑です。さあ、列車は何度も分岐器で転線し、室蘭本線の上り本線をまたぎつつ、下り本線に入線します。毎度この分岐器を通過する瞬間が緊張感があって好きです。転線が完了すると列車は本格的に速度を上げます。苫小牧駅を出てしばらくは線路が3本ある状況が続きます。左の2本の線路が室蘭本線、一番右の線路は日高本線の線路です。その日高本線の線路からさらに右へ線路が分岐していきました。貨物列車が停車していることからもわかると思いますが、こちらは苫小牧貨物駅という貨物列車専用の駅です。札幌貨物ターミナルの機能を補完する役割があります。そして日高本線の列車と行き違いしました。日高本線は後で攻略します。さあ、日高本線の線路と分かれて線路が2本になりました。さあ、 ATS のベルが鳴動します。先の信号が停止現時です。列車は注意信号を受けて減速、低速で沼の畑駅に進入します。列車は千歳線との分岐駅に到着です。お客様にご案内いたします。現在札幌方面から参ります普通列車遅れております。13時41分頃の到着予定しております。到着後、鉄則を取っての発車となります。7分から8分ほど遅れて発車する見込みとなっております。お客様には大変ご迷惑をおかけいたします。列車発車までもうしばらくお待ちください。なんだと、接続待ちですと。しかも13時41分ということはその時点で6分遅れということじゃないか。次の乗り換え時間は5分しかないんだぞ。これはいかん。しばらくして遅れている千歳方面からの列車がやってきました。そして旅客を拾ってこちらも発車します。13時42分発、定刻より7分遅れています。さあ、列車は分岐器を分岐側に通過します。直進側が千歳線、列車は引き続き室蘭本線を走行します。分岐していった千歳線には電車が走行できるように架線が張られています。対する室蘭本線は機動車しか走行しないため架線はありません。沼の畑駅より岩見沢側の区間は特急列車の走行がないため設備が簡素化されています。しかしかつては貨物列車の大動脈でした。そのため列車をたくさん設定できるように複線となっています。複線非電化の路線は日本全国を見渡してもあまり多くはありません。しばらくすると並走していた千歳線が左側へ分かれていきます。そしてこの赤い鉄橋が千歳線の上り本線となります。千歳線と室蘭本線は立体交差で分岐します。列車の速度は時速 90km、 遅れを取り戻すため全速力で走行しています。反対方向から列車がやってきました。複線なので駅間で行き違いが可能です。さて、列車は早北駅に到着しました。上下線の間隔が広がります。かつてはこの間に線路が1本あり、貨物列車の退避に使われていました。さあ、早北駅から先も列車は全速力で走行します。時速90キロ超え。揺れはそれほどありません。さすが元幹線だけのことはある。しばらくして向こうに赤い鉄橋が見えました。あれは鉄道の高架橋です。この下をアンダーパス、そして進行方向右側から合流しました。こちらの線路は1日目にすでに攻略した関商線です。さて、列車は注意信号に合わせて減速します。列車は関商線との乗り換え駅追分駅に到着です。ここで乗務員交代。手早く準備が完了して列車の扉が閉まりました。追分駅を発車します。発車したら分岐器をいくつも通過。列車は進行方向右側の関商線には入線せず、そのまま室蘭本線を走行します。関商線の線路が離れ、再び線路が2本の複線に戻ります。列車の速度は相変わらず時速90キロオーバーで走行。遅れを取り戻さんと必死に走行します。さあ、列車は三河駅を発車しました。
ここで複線だった線路が単線に絞られます。三河駅から先はしばらくの間長い直線区間、時速 130km でかっ飛ばせそうな気もしますが、線路状態が良くないためそこまで高速では走れません。沿線は大変長官です。しかし北海道にしては建物の割合が多いように感じます。列車は湯仁駅に到着です。ここで数名乗ってくるようです。乗降が完了したら湯仁駅を発車。湯仁駅から次の栗山駅までの一区間だけ複線になります。列車は勾配を登って橋を横断。橋の下にあるのは夕張川です。橋を越えたら次の栗山駅までひたすら直線。そして栗山駅に到着します。乗降が完了したら足早に扉を閉めて発車。次は栗岡です。運賃は運転棟席でお確かめの上、釣り線のいらないようご用意ください。栗山駅から再び単線へ。ここから終点の岩見沢駅までずっと単線です。ちなみに栗山駅から次の栗岡駅まではかつて複線でした。しかし1990年に途中にあった栗山トンネルが崩壊したために単線となりました。進行方向左側にはかつて使われていた下り本線の線路が残っています。列車は栗岡駅に到着です。栗岡駅を出てしばらくすると次は栗沢駅です。かつて列車交換可能な駅で分岐器が設置されていた名残で、駅の前後に S 字カーブがあります。2面3線だったホームも上り本線を除いて全て撤去されました。ここでも乗客の乗り降りがあります。決して無駄な駅ではないようです。14時41分栗沢駅を発車。現在列車は3分遅れ、だいぶ遅れを回復できました。そして最後の途中駅で、かつ列車交換が可能な駅である士分駅に到着しました。この駅からかつて卍線という路線が伸びていました。士分駅では乗降なし、すぐに扉が閉まります。士分駅を出るとすぐに左へカーブします。このカーブは室蘭本線の線路切り替えの際にできました。直進するとかつて存在した岩見沢操車場につながります。そして国道12号線をオーバーパス。国道12号線をまたいだらすぐに函館本線に合流です。さあ現在時刻は14時50分。定刻ならこの時間に岩見沢駅に到着していました。果たして何分遅れで到着できるか。岩見沢駅へは3番線に入線します。ゼロの停止目標に向けて減速し停車。これで室蘭本線を全線環状しました。 JR 北海道の路線を13路線中7路線制覇です。ご乗車ありがとうございました。岩見沢です。旭川行きの特急ライラック21号は6番乗り場より14時55分の発車です。さあ遅れて到着したので急いで跨線橋を渡ります。6番線に列車が到着いたします。ご注意ください。ホームに降りるとちょうどよく列車がやってきました。余裕を持って間に合いました。よかった。早速車内に乗車します。特急列車は室蘭本線の普通列車からのお客さんをしっかり拾ってから発車するようです。そんなに急がなくてもよかったね。岩見沢駅を発車。すでに攻略が完了した函館本線で北上します。さて自由席の座席が空いていたので着座。体の中が熱い。まもなく滝川です。停車時間はわずかです。お降りのお客様は忘れ物のないよう早めのお支度をお願いいたします。出口は左側です。ドア付近にお立ちのお客様は開くドアにお気をつけください。またお降りの際は足元にご注意ください。滝川の次は深川に停まります。まもなく滝川です。さあ滝川駅に到着です。
チャレンジ旅をしている最中では3回目。前日に稚内まで列車で移動したことを考えると4回目の訪問です。ここで列車から下車します。岩見沢駅で乗り換え客を拾った影響で多少遅れましたが、次の列車まで余裕があるので問題なし。跨線橋を渡ります。さあ、また1番線に列車が止まっています。とりあえず乗車。ボックス席を確保。相変わらず独り占めできるようです。列車から降りて滝川駅の駅名表を撮影。やっとじっくり撮影ができました。さて、1日目の乗車とは異なり、列車のお顔を撮影する余裕があります。滝川駅を15時38分に発車する普通列車の東鹿越行きです。乗車する普通列車はキハ40系という国鉄時代に製造された車両。車両に書かれた文字のフォントも国鉄を思い起こさせます。さあ、発車時刻となり扉が閉まります。滝川駅を発車。軌道確認をしてから本格的な加速を行います。今日もJR北海道をご利用くださいましてありがとうございます。根室線普通列車東鹿越行きです。次は東滝川です。なお、東鹿越より先新徳方面へおいでのお客様は東鹿越から代行バスへご乗車ください。さあ、1日目で攻略した滝川駅からの根室本線に乗車します。函館本線とお別れ。もう函館本線に乗ることはありません。さて、沼の畑駅からしばらく乗り継ぎができるか心配な状況が続いていましたが、ようやくゆったりと過ごすことができます。ここで軽食のパンをいただきましょう。ベースフードのパン1個とクッキー1袋です。もちろんいつも通り手を拭いてから食べますよ。車窓を見ながらご飯を食べるのは気持ちがええですな。というわけでちゃんと完食しました。ごちそうさまでした。さあ、列車は赤平駅に到着です。赤いレンガの建物がお出迎えしてくれます。ガラスに貼られた駅名を撮影。数名乗り降りして再び発車します。さて、赤平駅を発車した後も自然豊かな景色が続きます。1日目に訪れた時は日没頃だったので、景色を拝むことが難しかったのですが、3日目は十分に楽しむことができます。列車は平岸駅に到着。1日目の快速刈勝では通過でした。そして上芦別駅に到着。ここで列車同士の行き違いがあります。古いホームに列車、絵になります。進路が空いたら再出発します。後面展望もなかなか良き。さらば上芦別駅。さて、上芦別駅を出たら山越えになります。勾配を登り、急なカーブを曲がり、そして目の前にトンネルが見えてきました。滝里トンネルです。いやはや長いトンネルです。トンネルの出口が見えません。そしてトンネルを突破しました。とても長いトンネルですが、編集を使えば越えるのもあっという間。トンネルから出た直後はまだ森の中です。しばらくすると平野部に入りました。国道38号線、富良野道路が上をまたいでいきます。さあ、1日目では見ることができなかった景色が続きます。こちらは空知川と富良野川の合流地点です。美しい、綺麗すぎる、なんて素晴らしい景色なんだ。まもなく富良野です。富良野では全てのドアが開きます。運賃、切符は整理券とともに駅係員へお渡しください。お乗り換えのお客様で切符をお持ちでない方は駅窓口で切符をお求めください。なお、お乗り換え時間の少ないお客様は整理券をそのままお持ちになり、乗り換え列車の乗務員にお申し出ください。乗り換え列車の時刻と乗り場は駅ホームの時刻表でお確かめください。さあ、放送をしている間に富良野線の線路と合流しました。根室本線も富良野線も単線なのにもかかわらず、
列車同士の並走が見られるなんて貴重な体験でした。いやー、エモいですな。列車は富良野駅に到着です。富良野駅から先、新徳駅までの間はすでに攻略済みなので、ここで下車します。列車から下車。観光案内のモニュメントがお出迎えです。富良野は北海道京井戸中央氷点だそうです。ここはそういう特徴を持っているんですね。ようこそ富良野へ。十数分ですがお世話になります。跨線橋を渡りましょう。目的の列車はさっきカメラに映っていた列車です。はい、余裕を持って間に合いました。3日目でようやく富良野線を攻略します。富良野駅を16時55分に発車する普通列車の旭川行き。使用列車は2023年時点ではすでに引退しているキハ150型です。車内にはそこそこ乗客がいます。旭川行きの撮影をしている間に東鹿越行きが発車していきます。お世話になりました。ありがとうございました。東鹿越行きを見送ったらこちらの列車も発車します。列車の扉が閉まります。さあ富良野駅を発車します。富良野線の攻略開始です。まずは分岐器をいくつも通過します。どれも直進側なので通過速度は高いです。分岐器を通過し富良野貨物駅も過ぎたら根室本線と分かれていきます。さてこの富良野線はもともと旭川と釧路を結ぶために建設された釧路線が元となっています。1913年に滝川駅から下富良野駅までが開業したことで分離された区間が富良野線と改名されることになり現在に至ります。車窓には視界の広い平野、奥には白く雪が積もった雄大な山々が見えます。これは圧巻の景色ですね。素晴らしい。学田駅を出るとひたすら長い直線が続きます。列車はラベンダー畑駅を通過。鉄の骨組みだけとなっており乗降は不可能になっています。それにしてもこの直線はどこまで続くのでしょうか。カメラをズームしても分かりません。さあ列車は15キロほど進んでようやくカーブに入りました。列車が減速し ATS のベルが鳴ります。上富良野駅に到着です。上富良野駅の駅舎はご覧の通り大変立派です。さてここ上富良野駅で数分停車します。その理由は今目の前に見えている通り列車同士の行き違いがあるからです。ホームが千鳥配置されているため反対方向の列車は右前方に停車。ポイントが切り替わりこちらの進路が開通したら扉が閉まります。上富良野駅を発車。反対方向の列車とすれ違います。さあ上富良野駅を出ると木々が生い茂ったところを走行するようになります。両脇に木が生えているから森の中を走行しているかといえばそうではありません。木が生えているのは線路の両脇だけ。これらの木々はおそらく防風林の役割を担っていると考えられます。しばらくするとカーブを抜けて直線の区間に入りました。ご覧の通り前方の線路が急激に上っています。ここの勾配の角度は 28.6 ミルとなっており JR 北海道の線路内では最も急勾配となっています。さらにここの線形は谷地形。今列車が下り勾配を下っておりその分だけこちらの目線が下がるので余計に上り勾配がきついように見えます。さて列車は美瑛駅に到着します。駅名の通り美瑛町の中心駅です。ここで多くの乗客が乗り込んできます。カメラをこちらに向けている人もいますね。美瑛駅で列車同士の行き違いはなし。乗降が完了すると扉が閉まります。美瑛駅を発車。ここがおおよそ富良野線の中間地点です。さあ次の停車駅は北美瑛駅。一面一線木製のホーム。普通のホームはコンクリート製ですから木製のホームを見るとローカル感を大変感じます。そして次の停車駅は千代ヶ丘駅です。ここで反対方向の列車と行き違いします。さてだいぶ日が傾いてきました。西向きに走っているので正面に太陽が見えます。
眩しい。車窓から見える夕暮れの旭川の景色、いいですね。さあ列車は西神楽駅に到着します。ここで ATS のベルが鳴動。とりあえず停止位置に合わせて停車。ということでここで上下列車の行き違いをします。西神楽駅から旭川駅の手前までずっと直線なので、カメラをズームして列車がいないか確認。米粒のように小さく光る前照灯がわかるでしょうか。対向列車が順調にこちらに近づいてきています。さあ数分待ってようやく対向列車が西神楽駅に到着しました。列車の姿が見えているのになかなか来ないからやきもきしたぜ。ちなみに対向の列車は2両編成でした。列車の退避が完了して進路が開通したらすぐさま発車。終点まであと少しです。さて西神楽駅からは旭川市街地に入ります。建物の数も今までより圧倒的に多くなります。列車は緑ヶ丘駅に到着。ホームの脇には桜が咲いています。さあ列車は間もなく終点の旭川駅に到着します。旭川駅の手前、旭川ではなく中別川を横断。アイヌ語のチウッペの漢字を当てはめて中別川という名前になったそうです。またこのチウッペを意訳した結果、旭川という地名になったんだとか。そんな旭川の中心駅は1日目にも紹介しましたが高架駅となっています。進行方向右手より宗谷本線の線路と合流。分岐器を分岐側に通過して一番南側の発着線1番線に入線します。旭川駅に無事到着。駅名標をしっかり撮影。これで富良野線を全線完乗しました。 JR 北海道の路線を13路線中8路線制覇です。お世話になったキハ150型を撮影。夕日に照らされてオレンジ色に染まっています。ともかくここまで運んでくれてありがとうございました。さあエスカレーターでホーム下に下りましょう。旭川駅コンコースを歩くのは初めてです。最近高架化されただけあり内装はとても綺麗。とりあえず次に乗る予定の列車の案内はされていますが、乗り換え時間は50分もあります。改札を出ましょう。もう18時を回っていますのでお夕飯も買っておきたいところです。改札を出ると特急カムイが書かれたパネルがあります。これを使えば車掌さんになれるはず。主要駅なので緑の窓口があります。対人で切符を買うことが可能です。コインロッカーもあります。そしてイオンモール。高架下の空間を活用して様々な施設が備わっています。さあ北口に出てみましょう。駅前は大変綺麗に整っています。おそらく駅を高架化する際に整備したのでしょう。高い建物もたくさんあります。都市の中心部であることを感じさせます。駅舎も圧倒的存在感があり壮観です。ガラス張りなのが近代的でいいですね。さて今度は南口の方に出てみましょう。南口は広場のみとなっています。駅のすぐ近くに中別川があるためです。南口からも巨大な高架橋は健在。こちらの方が駅舎の全景を望むことができます。日没を迎えた旭川。そろそろホームの方に戻りましょうか。切符を投入して改札を通過します。改札の近くに旭川動物園のモニュメントがありました。さてエスカレーターを登りましょう。次の列車は5番線からの発車です。さあホームに上がってきました。ホームに上がると同時に乗る予定の列車の号車案内がなされたデジタルサイネージ。こちらも近代的で良きです。目的の列車を待っていると7番線に列車がやってきました。北海道で何度も目にする H100 型。すでに6番線に停車中のもう1本の H100 型と並んで停車。近代的な駅舎と大変マッチしています。ついでにもう1本 H100 型が停車して、これで3本同時に並びました。少し前まで古い気動車がたくさん走っていたのに、
こんなにも景色が変わっています。さあ、50分ほど待ってようやく目的の列車が到着します。お待たせしました。ここからまた特急列車の旅。この列車で石北本線の攻略を行います。旭川駅を19時8分に発車する特急オホーツク3号網走行きです。この列車は網走行きの最終列車です。19時台にしてもう最終列車。それだけこれから向かう網走が遠いということです。また使用車両はキハ183系、国鉄時代に製造された車両で、2023年3月のダイヤ改正をもってすでにオホーツクの運用から撤退しています。北海道全線環状の撮影を行った2022年5月の段階ではまだ運行されていたので乗ることができました。さて、石北本線の攻略を担うこの特急オホーツク3号ですが、今回は特別な席を確保しました。1号車遠軽側の先頭座席でございます。苫小牧駅で指定席を予約したのですが、特に指定していないのに先頭の座席を予約してくれました。これで撮れるアングルが増えます。感謝。さあ、発車時刻となり列車の扉が閉まります。旭川駅を発車後はしばらく宗谷本線を走行します。この先揺れることがありますのでお気をつけください。またエゾシカなどの野生動物が多数出没する区間を走行いたします。走行中やむを得ず急ブレーキを使用することがありますので、お立ちの際は手すりなどにおつかまりください。今日も JR 北海道をご利用くださいましてありがとうございます。特急オホーツク3号網走行きです。停車駅は上川、白滝、丸切符、遠軽、生田原、留辺蘂、北見、美幌、女満別、終着網走です。車内はすべて禁煙です。お客様にお願いいたします。携帯電話はマナーモードに設定の上、通話の際はデッキをご利用ください。引き続き目的地までごゆっくりお過ごしください。さて、車内放送をしている間に新旭川駅まで来ました。ここまでは宗谷本線を走行しますが、当駅から石北本線に入線します。新旭川駅の出発信号が分岐側に進行現時となっています。さあ、特急オホーツクが分岐器を分岐側に通過。ゆっくりと慎重に宗谷本線の下り線をまたぎます。線路を転線し、一番右側の線路が石北本線の線路です。そして点線が完了すると、キハ183系はエンジン音をうならせながら再加速。石北本線の本格攻略開始です。さて、時刻が19時を回りましたので、ここでお夕飯にしたいと思います。コンビニ飯。駅弁の方がいいと思うかもしれませんが、手っ取り早く確実に確保することを考えたらこれで十分でしょう。ちなみに列車は當麻駅を通過中。ここで対向の普通列車と行き違いをします。さあ、蓋を開けサラダにドレッシングをかけました。キハ183系のディーゼル音とともにいただきます。うまい。トマトソース最高だな。鶏肉絶対うまいで、これ思わずグッとしたくなるほどの抜群のうまさ。健康のことを考えてサラダも食べます。自分はごまドレッシング派。皆さんは何派でしょうか。はい、ということで無事完食しました。いやはやコンビニ弁当でも特急列車の中で食べると最高の食事になりますね。さて、列車は単線非電化区間を突き進んでいきます。まもなく上川です。上川の次は白滝に停まります。まもなく上川です。さあ、列車は上川駅に到着です。石北本線の旭川近郊区間における一番東の駅となります。この駅でほぼ全ての普通列車が折り返します。そしてこの駅ではもちろん降りずに乗り続けます。
上川駅を発車。ここからは北見峠を越える峠越えの区間となります。そのため列車の運行本数も極端に少なく、1日に特急4本、特別快速1本、普通1本の計6本しか運転されません。青春18切符ではこの区間の乗り通しが大変困難となっています。沿線は光がほぼ存在しない真っ暗闇。夜だと側面展望は全く楽しめませんね。しかし私は先頭座席に座っています。だからカメラ撮影には困っていない。苫小牧駅員の起点に感謝。お、キハ183系もそう思ってくれるかね。やっぱり夜でも車窓を楽しめるところが全面展望のいいところだよな。さて現在走行している上川白滝間ですが、在来線では最長の駅間距離 37.3km となっています。昔はこの上川駅と白川駅の間に旅客駅がいくつかあったのですが、それらが全て廃駅となったことで在来線最長の駅間距離となりました。ちなみに駅の旅客営業が廃止された後も信号場として列車同士の行き違いができる設備が残されています。列車はその信号場の一つである中越信号場を通過しています。列車の速度は時速 40km ほど。石北本線の線形が良くないため列車の速度が出せません。そのため現在走行中の上川駅から白滝駅の間は特急列車でも約45分かかります。新幹線だったら10分未満で走破してしまうでしょうけどね。沿線には雪が残っています。ここも冬の厳しい地域ということでしょうね。さあ信号機が見えました。次の信号場に間もなく到着です。場内信号は注意現示ということは次の信号場では停車のようです。シェルターに覆われた分岐器を通過。先の信号が赤信号となっています。列車はここ上越信号場に停車します。上り特急大津を待ち合わせのための臨時停車です。4分ほど止まります。ということで停車の理由は対向列車との行き違いでした。進行方向右手側にはかつて使われていたと思われる駅舎があります。石狩北見国境標なんてのもありました。この付近が山越えの峠なのだと思われます。さて数分待っていると反対方向から列車がやってきました。前照灯を4つも光らせています。こちらの列車と同じキハ183系です。行き違い完了。あとは進路が開通するのを待つだけです。信号が青になりました。出発準備完了です。上越信号場を発車。次の停車駅は旅客取り扱いも行う白滝駅です。警笛を鳴らしてシェルターを通過。分岐器を通過して単線に戻ります。さあ列車はしばらく進んで奥白滝信号場を通過。ここが上川白滝間で最後の信号場。まもなく白滝です。停車時間はわずかです。白滝の次はマルセットに停まります。さて列車は白滝駅に到着です。画面左に見えている列車は普通列車の遠軽行きです。特急オホーツクの方が先に進めるので当然乗り換えません。列車は足早に白滝駅を去ります。白滝駅を出たらもう峠越えが完了しているのでスピードを出します。列車の速度は時速 85km です。さあ列車はマルセップ駅に到着です。ホームには誰もいません。まあ当然かもしれませんが、ここで列車同士の行き違いはなし、何事もなく発車します。さてマルセップ駅発車後も真っ暗闇の中を進んでいきます。まもなく沿岸です。停車時間はわずかです。お降りのお客様は忘れ物のないよう早めのお支度をお願いします。そば付近のお立ちのお客様は開くドアに気をつけてください。またお降りの際は
さあ間もなくエンガル駅に到着します。分岐器を複雑に通過。一番右側の一番乗り場に入線します。そしてさらに ATS のベルが鳴りました。この先が行き止まりとなっているため安全装置が作動します。エンガル駅に無事到着です。ここが石北本線のおおよそ中間地点となります。当駅より北側は名寄本線という線路が伸びていました。しかしすでに廃線となっているため入線することができません。列車は方向転換して網走方面に直通します。列車の進む方向が変わるのだから座席の向きも逆転させます。さあ方向転換の作業が完了しエンガル駅を発車。さらばエンガル駅、ここからは一番後ろの座席に座ることになります。今日も JR 北海道をご利用くださいましてありがとうございます。特急オホーツク3号網走行きです。停車駅は生田原、宇部市北見、美幌、女満別、終着網走です。引き続き目的地までごゆっくりお過ごしください。さて外は真っ暗で明かりすら何もありません。なのでここで座席の紹介をします。国鉄時代に製造されたキハ183系ですが、座席はキハ261系とほぼ同じものとなっています。モケットの色も赤紫色です。背面テーブルあり、背もたれは肘掛けにあるボタンで傾けることができます。一番後ろまで傾けるとこれだけ角度がつけられます。ゆったり過ごすことができそうです。ドリンクホルダーに網掛けの小物入れ、 JR 北海道のパンフレットもついています。これで時間を潰すことも可能。ちなみにコンセントはついていません。この快適な座席であらかじめ買っておいたヨーグルトを食べたいと思います。明治ブルガリアヨーグルトを早速いただきましょう。と思ったらまもなく生田原です。そうですか。生田原駅に着きますか。まあ気にせずヨーグルトを食べましょう。はい、ということで完食。夜食はあまり重いものは食べず、ヨーグルトみたいな軽い食べ物がいいと思います。さあ生田原駅から再び峠越えとなります。列車の速度も幾分遅め。指定席の車内もかなり空いてきました。まもなくルベシベです。停車時間はわずかです。ルベシベの次は北見に停まります。まもなくルベシベです。さて列車はルベシベ駅に到着です。駅名標を撮影。ちなみにここでルベシベ駅止まりの列車と行き違います。この行き違いが特急オホーツク3号との最後の対向列車行き違いとなります。北見の次は美幌に停まります。まもなく北見です。そして列車は北見駅に到着です。特別快速北見の列車名の由来ともなっている駅。北見市はオホーツク総合振興局の中核都市であり、町の規模もかなり大きいです。手軽に泊まれるホテルがあるのは町の規模が大きい証拠です。さて北見駅を発車。終点の網走駅まであと少しです。北見市街地を抜けると再び真っ暗闇。後面展望も真っ暗で何もわかりません。こういう時は Google マップだけが頼り。次の美幌駅までまた峠越えとなっています。まもなく美幌です。停車時間はわずかです。美幌の次は女満別に停まります。まもなく美幌です。ということで美幌駅に到着。縦型の駅名標を撮影。何事もなく発車。残り停車駅はあと2駅です。まもなく女満別です。停車時間はわずかです。女満
満別の次は終着網走です。まもなく女満別です。オホーツクの空の玄関口、女満別空港の名前でよく知られる女満別駅に到着です。空港は大きいものの、鉄道駅の方は至って普通の駅となっています。まもなく終着網走です。どちら様も忘れ物のないようお支度ください。チケットホルダーをご利用のお客様は切符の取り忘れにもご注意ください。なおこの先揺れることがありますのでお気をつけください。ドア付近にお立ちのお客様は開くドアにお気をつけください。またお降りの際は足元にご注意ください。特にお子様連れのお客様は手を離さずにお降りください。今日も JR 北海道をご利用くださいましてありがとうございました。またのご乗車をお待ちしております。自動放送のご案内は大橋俊でした。旭川駅から3時間48分、ようやく石北本線の終点網走駅に到着しました。19時頃から乗車したので、網走に到着した時にはもう23時手前となりました。列車から下車します。いやー長かった。これで道東の長大路線の一つ石北本線を全線完乗しました。 JR 北海道の鉄道路線を13路線中9路線制覇しました。石北本線制覇記念に駅名標を撮影します。はい、ありがとうございました。ということで改札の外に出てきました。改札上にある発車時刻案内には何も表示されていません。23時ちょうどをもって網走駅から発車する列車はもう1本もありません。ここで3日目の旅は終了です。はい、ということでお疲れ様でした。北海道の鉄道路線全線走破の旅3日目がここ網走で終了いたしました。オホーツクが改装されていくようですね。お世話になりました。ありがとうございました。ということで、まだ11時頃なんですが、ここで今日は終わりになります。網走から出る電車、到着する電車もこれで終了となります。初めて来ました網走。寒さはそんなでもないかな。はい、今日はね、一番大変だったのは室蘭本線の岩見沢での乗り換えでしょうか。あそこがね遅れた影響で多分 2,3 分ぐらいしか乗り換え時間なかったですね。そこがなんとか無事乗り換えられたので富良野線乗ることができました。よかったです。全行程予定通りに終わりました。ということで、明日がねまた4日目をやっていこうと思いますので、ここ網走で英気を養いたいと思います。この動画はここで終わりとなります。ご視聴ありがとうございました。最後にですね、よろしければ、チャンネル登録と、高評価の方よろしくお願いいたします。励みになります。ということで、4日目の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。